おっさんアクアです。この考察動画は僕の思考の説明です。ご了承ください。だらだら続く考察編第6回目は水槽の維持と管理についてです。こんな風に言うと、どうやったら楽にできるかとか、時間を短くするためのアイデアとか、そういう話を期待するかもしれませんが、そういった内容ではありません。そもそもこの維持と管理っていう面が初心者とかに伝えるときに一番最初に語られてないように僕は感じたんですね。アクアリウムを始めようと思っていろいろ調べていると、機材とか魚とか飼育方法とかそういうことが初めの一歩としてアドバイスされてます。ですが結局のところアクアリウムの大前提にあるのは生き物を飼育するってことに尽きると僕は思ってるんですね。つまり、その生き物が生き続ける限り、ずっと世話をしていく必要があるっていうことです。まずそれがあって、その次に自分の生活環境とどう折り合いをつけるか、そして機材とか魚の話になると、そういう順番で僕は考えてるんですね。なんですけど、初心者向けの解説で、ここがすっぽり抜けてるような気がしてて、これは僕の主観的な考えですけどね。例えば、アクアリウム、初心者なんて感じで検索してみるとわかると思います。機材をどうするとか、どんな魚がいいとか、インテリアにもこうだみたいな、そういう話がほとんどなんですよ。で、逆に、犬、初心者っていう風に調べてみると、犬を飼うというのはどういうことなのかっていう目線から話が始まってることがね、多いように見えるんです。で、この違いは人間の生活に及ぼす影響の範囲とか、値段がどうこうっていう話とは違うとね、考えるんです。アクアリウムだって水質に注意払ったり、機材のメンテとか、当然給餌とか病気もありますよね。で、そもそも部屋に何十リットルもの水が密閉されないで常に置いてあれば、地震とか湿気の注意点も先に知っておくべきことは多いですよね。そう思うと、自分の生活と維持管理を一緒に考えるのがアクアリウムをするっていう風なことだと言ってもいいと僕は思うんですよ。今現在僕は水槽を3つ管理してます。どんな水槽があるかっていうのは43番目の動画をご覧いただくとして、僕は最初から水槽をどんどん増やすつもりが全くありませんでした。今3つあるのも避難用っていう面が強いので3つですが、この水槽の数っていう考え方は始めた当初から全然変わってないんですよ。で、つまり、どんどん立ち上げて、どんどんお迎えして、あれもこれもいろいろ飼ってっていうつもりが最初から僕全然ないんです。で、これは最初にお話しした生き物を飼育するっていうのが大前提に僕はあるからです。魚の数とか水槽が増えれば気にしなきゃいけないことってね、どんどん増えるんですよ、当然。季節による環境の変化とか、旅行とか病気で面倒が見られなくなる可能性っていうのもありますよね。日々、水槽の状況に注意を払わなきゃいけないっていう、精神的な負担っていう考え方もあります。なので僕は欲求よりも自分の限度っていうのをしっかり設定しておきたいんですね。これは僕が自制ができる人間だって言いたいんじゃなくて、結果的に面倒になっちゃって魚がいっぱい死んじゃったっていう未来が絶対嫌なんです。でもたくさん飼う人がいるのを否定してるわけではありません。それは僕の生活じゃないんで好きにすればいいと思ってます。そんな僕が1年近くどんな風に維持管理をしてきたか。まず毎日給餌と液肥、4日に1度の水替え、月1度の水質検査、2ヶ月に1度のフィルターパイプ清掃で、半年に1回フィルター清掃、そして毎日水槽を見る。こんなところですね。ちょっと個別にお話ししていきます。まず給餌ですが、まずメイン水槽、これスネークヘッドですね。44番目の動画で出してる方法で給餌はしてます。で、餌はカーニバル、マッカチンフード、乾燥川エビをあげてます。液肥は毎日3プッシュ。これは規定量の3分の1ですね。アクアテイクイーっていうショップのワンダーグリーンっていうのを使ってます。で、避難用水槽の大きい方はカージナルテトラ。この餌はテトラプランクトンってやつで、小さいスプーンで1回半分あげてます。これは今まで何回か給餌してて残さない程度っていうバランスですね。そしてプレミアムモスと南沼エビがいる避難水槽はこちらの沼エビフードをあげてます。ここだけ毎日じゃなくて4日に1回ぐらいかな。つまり水替えのタイミングであげてますね。
次に4日に一度やってる水替えについて。で、詳細は考察編第2回目の水についての話をご覧ください。で、水替えの時に水草の古い葉っぱを取り除いたり、トリミングしたりも行ってます。月に一度の水質検査は pH、GH、アンモニア、硝酸、亜硝酸の5項目をチェックしてます。非常に安定してるんで検査は必要ないぐらいなんですけど、この辺は自分の感じる観察眼と数値をすり合わせる作業でもありますね。問題がなさそうに見えるが、実は数値がおかしくなったっていうのを防ぐためです。で、2ヶ月に1回のフィルターパイプ清掃は、パイプ内に結構固形とか汚れが溜まって、フィルターの流量がかなり影響を受けるんで、ここはまめに清掃してます。ダブルタップのおかげで全然大変な作業ではないですね。で、半年に一度フィルター清掃ですが、これは過去にだいたい2ヶ月に1回やってみたり、3ヶ月後に1回やってみたり、フィルター清掃を何回かしてるんですけど、正直ウールマットを変えるぐらいで十分って思われるような汚れ具合なんですね。なので今、じゃあ半年空けたらどうなるだろうって試してるところです。YouTube とかでよく見るような露材までドロドロになってるような汚れ具合にはね、全然なってないんですよ。で、これは単純に魚に対して水量がすごい多いんで、汚れるペースが非常に遅いっていうことだと思います。考察編4番の魚編でお話しした通りですね。で、この辺は経過報告の動画でちょっといろいろ話そうかと思います。そして毎日水槽を見る。これ僕が一番大事だと思ってます。結局、どんなに知識があって、経験もあっても、変化にね、気がつかないと意味がないんですよ。で、ここで最初の話がまた出てきます。生物を飼育するというのが大前提であって、飼育のためにどうするべきか。で、この話に戻ってくるわけですね。で、水を汚すっていう魚でも、コップで飼育するのと、25メートルのプールで飼育するのでは、水が汚れるっていう見方を変えて、物事を考えなきゃダメですよね。つまり、一つの着目点に対して、大枠を広げて考えたり、広げられない大枠があるなら、着目点を縮小したりして対応することができるのに、ある一つのセオリーを全てに当てはめて、方法論を確立してしまうっていうのは非常に危険だと僕は思ってるんです。で、こういう話をまとめて言うと、維持と管理って言うと、単なる作業とかテクニックの話のように思えますが、僕が維持と管理で一番大事だと思うのは、面倒を見続けるっていう気持ちの話だと思ってます。アクアリウム強制的にやらされてるわけじゃないんで、面倒を見るっていう選択をしたなら、面倒を見続ける必要があるわけですよ。だから、自分の生活において、水槽の維持管理をするっていう側面から、まずアクアリウムを見始めてみるっていうのも大事なことだとすごい思うんですね。だからつって手間がかからない水槽っていうのが一番いい方法っていうのにはつなげないでほしいんですけど、それは人の生き方の話になってくるんでね。ということで、ちょっと短いんですけど、維持と管理について僕の考え方をちょっとお話ししてきました。この維持と管理って他の水の話とか魚の話とか、あと全体的な考察っていうところも全部つながる話なんで、とにかく生き物を飼育するっていうのを一番最初に考えて大事にしていきたいなと僕は考えてます。考察編ここまで6回続けてお話ししてきました。僕が言いたいことは全てお話できたと思ってるんですけど、もっと、なんつうかね、嫌いなもののね、話っていうのをね、いろいろしたいのもあるんですけど、そんなのっていくらでも話ができるんで、何を良しとして考えてきたかっていうのを軸に置いて、なるべく話をしてきたつもりです。そして次回は考察編のまとめとして、これからアクアリウムを始めたい人に向けた僕なりの要点を順序立ててまとめてみたいと思います。で、これは多分よくある教えとは違った順番の考えになるし、なぜこの順番で教えてくれないんだよっていう気持ちも込めた動画になると思います。今までの動画もそうなんですけどね。そんな感じで、東城が喋る考察編も、次回で最後になります。それではまた。